前回投稿した沖縄旅行の Vlog、たくさんのコメントや高評価いただきましてありがとうございます。今回の動画は久しぶりにジュエリーのお話をしていきたいなと思います。実は前回投稿した沖縄旅行が決まった時から密かにね、楽しみにしてたお買い物がありました。それが沖縄の DFS でバンクリーフ&アーペルのアイテムを購入することです。なんかバンクリって数年前からどんどん人気が加速している印象があって、でさらに今1年間に数回値上げが来るじゃないですか。でその値上げ前にやっぱり需要も高まるしっていうので、都内のブティックでもなかなか欲しいアイテムに巡り合えないようなことが多いのかなって SNS 見てても思うし、私自身も自分がこのネックレスを購入した時に思いました。で、せっかく沖縄に行くので、もしね、旅行中に気に入るアイテムに出会えればちょっとお迎えしたいなぐらいの気持ちで、実は旅行の1ヶ月ぐらい前から LINE を使って定期的に在庫状況を問い合わせていました。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、なんと沖縄の DFS に入っているバンクリが今年2026年12月をもって撤退するってことがね、決まってしまったんですよね。国内で唯一バンクリを免税価格で買えるっていう、ある意味聖地みたいな場所だったんですけど、あと半年ほどで買えなくなってしまうっていうことで、今回は私が旅行前に1ヶ月間 LINE で在庫を追い続けた記録っていうのをちょっと公開していきたいなと思ってます。私自身は LINE で問い合わせをしている期間中に欲しいなって思うアイテムの在庫には巡り合えなかったので、結局今回はお店にすら足を運んでいないんですけど、ただね、あと半年の間に DFS に行くよっていう方もいらっしゃると思いますし、この動画を見て、バンクリの免税店あるんだ、ちょっと行ってみようかなっていう方ももしかしたらいらっしゃるかなと思うので、撤退前にね、駆け込みを考えている方はぜひこの動画を参考にしていただけたらなと思います。そもそも沖縄の DFS って何っていう方のために簡単に説明させていただきますね。DFS T ギャラリア沖縄という場所になるんですが、こちらは沖縄県那覇市にある国内唯一の免税店になります。普通免税店ってなんか海外旅行のイメージありません？国際線の飛行機に乗る前の空港の出国エリアにしかないようなイメージがあると思うんです。ただ沖縄の場合は特定の法律のおかげで沖縄から日本本土へ飛行機で帰る人だったら、誰でも定価よりもお得な免税価格でブランド品が買えちゃうっていう、お買い物天国の場所なんですよね。で、この DFS T ギャラリア沖縄の中にティファニーとかブルガリとかそういうジュエリーブランドもいくつか入ってるんですけど、バンクリも入ってるよっていう状態になります。さらにこれから沖縄に行く方に知っておいていただきたいのが、 DFS は LINE で事前に在庫確認ができるっていうことです。これは沖縄から出発する搭乗便が決まっていれば、免税店にわざわざ足を運ばなくても事前に LINE で特定のブランドのリアルタイムの状況を教えてもらえます。今回私はこの LINE のサービスを活用して1ヶ月間在庫を追ってみました。ここからはちょっと LINE のやり取りを見ながら、実際に時系列に沿って在庫状況の確認結果を皆さんにご紹介したいなと思います。私たちは4月の25日から4月の27日までの2泊3日で沖縄旅行に行きました。で、まず最初のお問い合わせが4月の3日に行っていて、お返事をいただいたのが翌日の4月4日になります。まず私の希望としては、ホワイトゴールドとかプラチナの素材のジュエリーを集めているので、そういった素材のアルハンブラのピアスまたはウォッチありますかということで、最初にお問い合わせをしました。その質問に対して案内いただいたのが、今から画像もお見せするんですが、こちらの2点になります。まず1つ目がロータスイヤリングのスモールモデル、もう1つがアルハンブラミディアムモデルのウォッチです。で、これはどちらも展示品1点のみということでした。このお返事を見たときに、正直4月に価格改定があって、それまでにね、駆け込みがあっただろうから、品薄状態っていうことはなんとなく予想はしていたものの、300万円超えの超大物が2点しかないんだっていう、驚きがまず一番初めに来て、でもし私が買うとしたらちょっとそこまでね、お値段が
するようなものをお迎えすることは考えてなかったので、ちょっと先行き怪しいなっていうところで、なんか若干不安にもなりました。今回の旅行でもしお迎えするなら100万円は超えないアイテムにしようって自分の中で思ってたので、ちょっとそこのところも詳しく聞こうかなと思って、普通のアルハンブラシリーズのピアスとか、あとフリボルはあるかなと思って追加で聞いてみたんですが、アルハンブラとフリボルのイヤリングは全て作品の在庫ございませんと、次回の入荷も未定ですという回答をいただきました。結構厳しいスタートでしたね。はい。じゃあブレスレットをちょっと聞いてみようかなと思って4月の7日にお問い合わせをしたんですが、あいにくアルハンブラシリーズのブレスレットは全て在庫がなしと。じゃあ逆に他に何のデザインがあるんだろうと思って聞いたら、フリボルシリーズはまず全て在庫なしで、案内されたのが、ペルレのみでした。ペルレのダイヤモンドブレスレット5連ミディアムモデル、こちらはイエローゴールドとホワイトゴールドが展示品の1点ずつあるという回答でした。で、日付を変えて4月の9日、そして4月の11日にアルハンブラのモチーフで本日時点で在庫があるアイテムまたは入荷されたものを全て教えてくださいっていうふうに聞きましたが、返ってきた言葉は、アルハンブラシリーズのジュエリーは全て在庫がございません、本日入荷もございませんという寂しいお返事になりました。ここまでの結果を踏まえると4月上旬は本当見事なまでにアルハンブラシリーズのジュエリーに出会えなくて、ちょっとね雲行き怪しいなっていう感じなんですけど、粘り強くねお問い合わせをしてみることにしました。少し動きがあったのが4月の中旬ですね。出発の2週間前です。4月の14日に、お問い合わせをしまして、この時は素材とかアイテムのシリーズとかはこだわらずに、バンクリのジュエリーとウォッチの中で、在庫があるものを全て教えてくださいっていう聞き方に変えました。アルハンブラとフリボールシリーズはやっぱりこの日も全滅だったんですが、その他のジュエリーとしてペルレシリーズの5連のダイヤのブレスレットと、あと3連のリング、あとは、ゾディアックシリーズからホワイトゴールドのトップのサソリ座が1点のみ在庫があるってことでご紹介いただきました。あとウォッチの方は3本在庫があるということで、スイートアルハンブラウォッチローズゴールドダイヤモンドマザーオブパール、スイートアルハンブラウォッチローズゴールドマザーオブパール、ダイヤがないタイプですね。あとはペルレウォッチ 23mm のローズゴールドマザーオブパール、こちらの3本は在庫ありということでした。そして、5日ぐらい間が空いて4月の19日にですね、ここで初めてアルハンブラのモチーフの、ネックレスに出会うことができました。ただ、それがですね、スイートアルハンブラのロングネックレス16モチーフホワイトゴールドダイヤモンドということで、この1ヶ月でね最大の出会いがあったんですけど、価格が600万円超えというところで、到底手が出るものじゃないので候補にもちょっと入ることがなかったです。その他に、4月19日はペルレシリーズでいくつか在庫の案内をいただきました。それがこちらですね、ペルレのダイヤモンドリング5連モデルのイエローゴールドダイヤモンド、ペルレクルールリング5連モデルイエローゴールドエメラルド、あとは、ブレスレットがペルレダイヤモンドブレスレット5連ミディアムモデルのイエローゴールドとホワイトゴールドです。ウォッチの在庫も改めて確認したら、こちらの4本の在庫がありました。前回問い合わせた4月の14日5日前から同じものもありますが、若干動きがあるっていう感じの印象ですかね。ここまでね見ていてわかるのは、やっぱり100万円超えのアイテムはちらほらあるんですけど、それを下回るような価格帯のものはやっぱりなかなかご紹介いただけないっていう感じですね。そしていよいよ出発の1週間前、ここから在庫の動きが激しくなります。4月21日の夜にお問い合わせをして、翌日22日のお昼にいただいたお返事で、ついに人気の定番ペンダントが入荷されていました。それがヴィンテージアルハンブラペンダントイエローゴールドダイヤモンドとホワイトゴールドダイヤモンドです。ホワイトゴールドのペンダントあるじゃんと思って、一瞬大興奮したんですけど、
こちらね、ダイヤが入ったキラキラのタイプなんですよ。もちろんね、ダイヤモンドが施されたアルハンブラとっても素敵なんですけど、ただ私はグラフでバタフライモチーフではあるんですが、ダイヤモンドのパフェのペンダントっていうのを持ってるので、ちょっとタイプが被っちゃうから、アルハンブラシリーズでもダイヤがついたものがいいっていう気持ちはなかったので、ちょっと今回はね、見送ることにしました。ちなみにフリボルは全て在庫なしでした。この日もウォッチが4本ありまして、スイートアルハンブラのウォッチローズゴールドのマザーオブパール、そして、スイートアルハンブラウォッチの、同じくダイヤモンドが施されたタイプのローズゴールドマザーオブパール、そしてアルハンブラスモールモデルウォッチイエローゴールドマザーオブパール、4本目がスイートアルハンブラウォッチローズゴールドダイヤモンドマザーオブパール、こちらがございました。旅行開始まであと2日に迫った4月23日ですね。この日もお問い合わせをしたところ、翌日の4月24日にお返事をいただきまして、またガラッとね、在庫が変わります。なんと大人気のフリボルと、あとホワイトゴールドのダイヤモンドペンダントが入荷していました。まずフリボルのペンダントはミニモデルでローズゴールドのダイヤモンドタイプ、そしてスイートアルハンブラのペンダントホワイトゴールドダイヤモンドです。フリボルはこのお問い合わせ期間を通じてこの日初めて出会って、なおかつこの日1日だけしか出会うことができませんでした。今回はローズゴールドということで、私の今のブームではないのでこちらもお見送りしたんですが、かなりね嬉しい在庫状況でしたね。あとは22日にもホワイトゴールドダイヤモンドのアルハンブラペンダント出てたと思うんですが、今回スイートのタイプでしたね。今回の入荷もホワイトゴールドではあるんですが、ダイヤモンドが施されているっていうところと、あとね、スイートタイプよりも、ヴィンテージタイプの方が好みかなっていうところで、見送りにしました。その他の在庫としては24日の時点でウォッチが4種ありますね。スイートアルハンブラウォッチローズゴールドカーネリアン、アルハンブラミディアムモデルウォッチホワイトゴールドダイヤモンドマザーオブパール、スイートアルハンブラウォッチのローズゴールドマザーオブパールとスイートアルハンブラウォッチイエローゴールドになります。こんな感じでね、前日を迎えて沖縄旅行に向かいました。沖縄旅行1日目の4月25日土曜日、この日の夜に確認したら、昨日あったフリボルのペンダントはもうすでに完売しましたという連絡がありました。金曜の夜には入っていたけど土曜日には消えているっていうことで、やっぱりね、人気のフリボルは動きありますよね。このスピード感やっぱ速いなと思います。そしてね、旅行中も諦めずに連絡を取っていまして、4月27日都内に戻る当日ですね、最後ご回答いただいたんですが、結果としてはまずアルハンブラシリーズはヴィンテージアルハンブラのリング、マラカイトとカーネリアンがサイズ限定で少しあるだけで、ネックレスだったりとかピアスだったりとかそういったものは在庫なしと。でフリボルも全て在庫なしでした。もしお気に入りのものに出会えたらお店に当日でも行こうと思って予定に余裕を入れていたんですけれども、結局お目当てのものに出会えなかったということで、今回はお店に立ち寄らずに断念いたしました。参考までにね、直近で6月25日の最新状況もお店に確認してみたのでシェアさせていただきます。まずジュエリーはこちらヴィンテージアルハンブラペンダントイエローゴールドカーネリアンのみということです。あとは、ウォッチが1、2、3、4、5、6種類ですね。こちら画像を載せておきますが、こちらが在庫があるっていうことです。はい、ということでね、今回沖縄旅行前の約1ヶ月間 DFS にお問い合わせをして分かったことがあるので、私なりに攻略法をまとめてみました。まず1つ目は、最後まで諦めずに木曜日と金曜日を中心にお問い合わせをしてみるということです。入荷の変動が週末前の木曜日とか金曜日に起きているかなと、そういう傾向が見られたので、こまめにお問い合わせをするのもありなんですけど、なかなかね、皆様お忙しいと思うので、入荷の変動が起きやすい週末前の木曜日金曜日っていうのがおすすめかなと思います。2つ目はウォッチ自体は出会える確率がかなり高いっていうところで、アルハンブラやベルレの時計は期間中に何かしらの在庫があるような状況でした。なので時計狙いの方は本当に大チャンスだと思います。ウォッチだと100万円は下らず、2、300万円の
ものが多いと思うので、そうすると 10% 引きってなると結構大きいですよね。なのでもしねウォッチ狙ってるよっていう方はぜひ沖縄の DFS チェックしてみてみるといいかなと思います。で、3つ目が出会えたら即決の覚悟が必要です。今回もね人気のフリボルシリーズは金曜日に入荷したものが土曜日の夜時点ではもう消えているっていう、そういうスピード感のある世界線なので、LINE でお問い合わせをした時に在庫がありますっていう風に言われたら、事前にね LINE で在庫を抑えて決済をするっていうことができるので、その時点でも覚悟を決めることが必要だと思います。あとはねちょっと残念なんですけど、定番のペンダントとかピアスっていうのはほぼ幻状態ですね。ピアスは都内でもちょっと在庫が品薄の状態が続いていると思うので、DFS に在庫が回らないっていうのも理解はできるかなと思いました。ただね、マザー・オブ・パールは去年沖縄の DFS に行った時は在庫がね1点限りとかじゃなくて結構豊富にあったんですよ。なのでちょっと今回その土定番がないっていうのが結構びっくりしましたね。ただね実際は入荷したんだけど LINE にすら乗らないレベルで即売れてしまったりとかいう可能性もあるので、必ずしも入荷自体がなかったっていうことは言えないかなと思ってます。ただ本当にそれぐらいのレベルなので、もし LINE でお問い合わせした時に出会えたら本当にラッキーだなと思います。はい、ということで今回は残念ながらご縁がなかったんですが、事前にこうして LINE で1ヶ月追ったことで、現地いざ行って在庫なくてがっかりっていう、ちょっと寂しい時間を過ごすことはなく済みました。もしねこれから12月までの間にバンクリ免税価格で狙ってるよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひね1ヶ月前から LINE 利用できるようになるのでご活用してみてください。今回の動画がジュエリー好きの皆さん、そしてバンクリ好きの皆さんの参考になれば嬉しいです。この動画がね少しでも良かったよっていう風に思っていただけたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あとはねこれから皆さんとジュエリーの話も定期的にしていきたいなって思ってるので、ぜひコメントもいただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。